皆さんこんにちは。サワディーカー、ゆってぃです。今日はですね、よくコメントでご質問いただくタイ旅行のあれこれについて答えていきます。題して、初めてのタイ旅行。そう、ゴールデンウィーク目前なのでね、タイに行くっていう方もいるんじゃないでしょうか。そういった方々に向けて、今回はタイに来る前に知っておきたいことをお伝えします。この動画を最後まで見たらきっとタイ旅行マスターになると思うので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ、いくぞー。まずはタイの入国について。タイは2022年10月に完全開国となったので、ワクチン接種証明書とか、PCR 検査とかそういったものは不要です。私もですね、実際に去年の7月に行った時は入国審査にも時間がかかったんですけれども、この前、1月にいた時はもう何も確認する書類もなくシューって終わりました。詳しくは動画をご覧ください。で逆に日本に帰国する際は、すでに知ってる方も多いと思うんですけれども、なんとですね、2023年5月8日以降は入国制限を解除する方針でいるらしいんですよ。わお。今まで必要だった PCR 検査とかは不要になるのではというところでいるらしいです。ただそれまではワクチン未接種の方だったり2回しか打ってない方は陰性証明書となる PCR 検査が必要となるので、ちゃんと準備するようにしましょう。で、その PCR 検査でおすすめなのが、私も動画に上げてるんですけれども、バンコクの場合はメットコンサルタントクリニックっていうところがおすすめです。そこ本当に早くて、あとお金も安くて、詳しくは動画に上げてるのでぜひ見てください。その結果も次の日とかに来るので、自分でその帰国日に合わせて行くのがいいんじゃないかなと思います。続いてはタイのお金について。タイのお金はバーツと呼ばれていて、だいたい1バーツ4円ぐらいです。で、タイの物価は、場所とかにもよるんですけれども、結構ローカルな場所とかだったら、日本の物価の3分の1から2分の1とかで本当に安いんですよ。で、具体的に言うと、だいたいミネラルウォーター500ml の1本で、10バーツぐらい40円ぐらいで買えるっていう感覚ですね。で、ご飯とかも屋台とかで頼むと1皿30バーツとか40バーツとか、だいたい200円あれば食事ができるといったような感じです。ただレストランとかに入るとだいたい1皿100バーツ200バーツとかはしてくるので、その辺はだいたい日本よりもちょっと安いかなぐらいの感覚ですかね。で、タイでは日本と違って電子マネーとかそういうのがまだあまり普及してないので、お金を現金を持っとくっていうのがまず大前提になります。で、タイのお金っていうのは最高紙幣額が、お札で1000バーツなんですけれども、これ結構注意してもらいたいのがあって、タクシーとかローカルな屋台とかってそういうお釣りが出ません、なんとかしろそれ全部くれみたいななんかそういうのもあったりするので、必ず100バーツとか50バーツとか崩しておくことっていうのはマジで大切です。で、大体皆さん初めに両替すると思うんですけれども、1000バーツでいっぱいくれたらちょっと崩してくださいっていうのがおすすめです。そういう100バーツとか50バーツがなくなっちゃったら、コンビニとかでちょっと物買えば細かく崩してくれるので、そういった風に、細かいお金を持っとくっていうのを意識してもらえるといいんじゃないかなと。で、あと両替する場所はおすすめは、プロンポン駅のエンポリの前にあるところ、そこはレートがいいです。他は結構悪い。特に銀行とかはあんま良くないですね。クレジットカードとかでも引き落としできるんですけど、この前使った時ちょっと最悪って思ったので現金持っていくのがおすすめです。タイの観光で注意したいことですね。タイはそういうお寺がすごい多いので、初めて行かれる方とかは、三大寺院とか巡ったりするんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと特に私が伝えたい注意したいことっていうのが3つあります。1つ目は服装ですね。これはね、本当にね、知っといた方がいい。
特にお寺では服装がすごい厳しいんですよ。ミニスカートとか短パンとか、あと女性だとこういう肩が腕が出てるやつ、キャミソールとか、そういうのは NG で入れてもらえません。実際に私もね痛いって言われたのがあり、やってしまったって久々に思ったんですけれども、服装には気をつけてください。で、寺院とかに行くと周りとかでストール貸してあげるよとか、これ買いなとか、そういうのもあるので、それを使うのも手だと思うんですけれども、あまり可愛いのはないので服装はね注意していってほしいなと思います。次2つ目、タイは仏教の国なのでお坊さんが多いんですよ。オレンジの、特に女性の方に言いたくて、お坊さんには近づいちゃダメです。っていうのもタイのお坊さんはそういう日本のお坊さんとは違ってまず女性とは絶対結婚しちゃいけないとか、女性に絶対触れてはいけないとか、そういうルールがすごい細かくあるので、もしお坊さんを見かけたら、ちょっとすごい近寄って写真撮るとか、そういうのはしないように、なるべく離れるようにしてください。次3つ目が入場料とかのお金ですね。タイには安い料金と高い料金があって、子供と大人かなとか思われるかもしれないんですけれども、高い料金が外国人料金となります。なので差を感じるなとか思ったりするかもしれないんですけれども、そこは観光客料金だと思ってお支払いするようにしてください。たまにねすごい差があると入りたくないなとか思うかもしれないんですけれども、私も実際にあったんですけどね。でもせっかくねそんな入場料金でね嫌だなとか思うのは嫌なので、事前に知っていくといいんじゃないかなと私個人はすごく思います。タイの宿泊先についてですね、これすごいよく聞かれます。バンコクの場合は私おすすめするエリアが2つあって、1つはチャオプラヤ川沿いにある高級リゾートホテルですね。例えばペニンシュラホテルとかシャングリラホテルとかマンダリンオリエンタルホテルとか、そういったところがすごい立ち並んで、眺望もすごく綺麗なので、タイで優雅に滞在したいなっていう方は、そういったリゾートホテルがおすすめです。料金も結構日本と比べて全然安いので、時期によっては1泊1万円ぐらいも泊まれたりするので、ぜひいいホテルがあったら泊まってみてください。もう一つのエリアは結構これはたくさん観光したいっていう方におすすめなんですけど、スクンビットエリアですね。具体的に言うと BTS とか MRT とか、そういった電車地下鉄が通ってる駅のすぐ近くがマジでおすすめです。遠いところにしちゃって、かつタクシーでしか行けないみたいなところはもう後で後悔します。それはちょっとそのタクシー事情とかも追って説明するので、本当に電車の近くがおすすめ。次はタイの季節について。タイは日本と違って、春夏秋冬といった四季はないんですけれども、一応3つに分かれてます。3月から5月までは初季と呼ばれるタイで一番暑い時期、ちょうど今ですかね。タイにいるお父さんからも今日は40度超えですとかよく LINE が来るんですけど、本当に暑いです。で、ちょうどこの前4月の中旬ぐらいにソングラン祭りって言って水かけ祭りがあるんですよ。それぐらい暑いんです。もうね、ほんと死ぬ。日がさないとマジで死ぬ。もう痙攣してね倒れちゃうぐらい本当に暑いんですよ。なので特に今の時期行く方は本当に暑さ対策、熱中症対策をちゃんとして行くようにしてください。日本の暑さと違ってもうカラッとした暑さなんですよ。日本って結構ジメッとした暑さじゃないですか。なくてタイはカラッとした暑さなので、本当にね全水分をね持ってかれるような暑さなので、水とか、あと塩分、あとはタオルでしっかり汗拭くといったことはねちゃんとしてほしいなと思います。次が6月から10月は雨季ですね。一番雨が降りやすくて、とは言っても一日ザーって雨降ってるみたいな感じはほとんどなくて、どちらかというと夕方とかに、決まった時間にスコールがザーって降るような感じです。そのスコールがすごい厄介で、タイってちょくちょく洪水を起こすんですよ。さっきまで全然大丈夫だった道がめっちゃ水浸しみたいなありましたよね。私もジョットフェア行った時に
だからすごい一気に洪水になってやばいみたいな。やばー、洪水やん、洪水。雨季に行く方は雨具を持っていくようにしましょう。11月から、2月ぐらいまでは乾季と呼ばれて一番いい時期です。ほとんど雨も降らない、あと気温もそんな高くないで一番過ごしやすい時期ですね。なんかでも最近12月とかはもうほんと20度ぐらいになることもあるらしくて、結構肌寒い時もあるっぽいので、カーディガンとか持っていくようにしましょう。次はタイの交通事情についてです。これもすごいよくコメントできます。タイは夕方の5時から8時ぐらいがマジで混みます。特にスクンビットエリア、やばい。もう渋滞から抜け出せないってことがあるので、その時間帯はタクシーとかを使わずに BTS とか MRT を使っていくのがいいです。で、そんな交通事情にまつわることなんですけれども、そのタクシーね、タイではタクシーを使うことも多いんじゃないかなと思うんですけれども、タイのタクシーは最近ちょっと治安があんまり良くないと聞きます。基本的には日本と同じようにメーターを使っていくんですけれども、のメーターいくら提示してくるようなことが多いようです。私もあったよね、実際。ぼったくりばっかだわってあったよね。そういったね、メーターを使わないところが多いので、何台もチャレンジするっていうのは、疲れるじゃないですか。だから配車アプリがおすすめです。グラブかボルトの2つが使えるんですけれども、バンコクではグラブが結構主流で、パタヤとかではボルトがめちゃくちゃ使えました。料金もね、全然提示してくる値段と全然もう違うので、アプリを使っていくのがおすすめです。バンコクに着きました。エカマエナウ。もう全然ね、車が見つからなくて、やっと久々のグラブで捕まりました。頑張ってかかっております。タクシーはね、ダメ。やだ、めっちゃ便やんね。乗せようとしてくるけど、もう倍以上言われる。あと、そのアプリでタクシーだけじゃなくて、バイクにも乗れるんですよ。ただ、バイクは全然速くていいんですけど、ヘルメットがくれないところもあって、なんか事故っちゃったりするとやばいじゃないですか。十分注意してください。あとそう、トゥクトゥクはワットプラ家の近くとかに、あの辺によくいるイメージなんですけど、トゥクトゥクはマジで高いです。なんかそれはね、もうなんか料金交渉とかそういうのも必要ですけど、もう観光料金だと思って乗るのがいいんじゃないかなと思いますね。で、あと乗ってみると実際本当に楽しいんですよ。楽しいけど、なんかたまにすごい荒い運転がある。なんか私も2車線なのに急に真ん中に突っ込むとか、なんかそういう体験したことあるので、乗る分にはね、十分注意してください。次はタイの治安について。私も前スマホが盗まれちゃったので、日本よりかはあんま良くないんじゃないかなっていったようなイメージです。なので、なんか荷物の盗難は特に気をつけてほしい。ポッケには入れない。手で持つ。あとバッグだったらちゃんと前で持つ。といったことを意識してほしいなと思います。怪しい人がいたらついてっちゃいけない。それは当たり前か。ひったくりもあるので、バッグはマジで気をつけてくださいですね。で、もしスマホが盗まれちゃったっていう方がいたら、ちょっとぜひ私の動画ご覧ください。実際に警察署に行って盗難証明をもらった動画で、最後に保険もいただけたので、参考になるんじゃないかなと思います。次はですね、タイの屋台。みんな大好き屋台。私も大好き屋台について。屋台は衛生面があんまり良くないところが多いので、お客さんがいるかとか、なんか綺麗かなとか、なんかそういうのはチラッとでもいいので見てから入るのがいいんじゃないかなと思います。で、あとね、私もどのレストランに行ってもやるんですけど、お皿とかスプーンとフォークとかはティッシュで拭いたりとか、ちょっと消毒したりとか、そういうのはやるとちょっとだいぶね、気持ちの面でも安心しますよね。と、水回りについてはミネラルウォーター買った方がいいです。お腹
下してね、せっかくの体力が台無しってなっちゃうこともあるので、衛生面には気をつけてください。レストランとかでもおしぼりもらえないのは、普通なんですよ。だからアルコール除菌を持っていくと超助かります。次はタイのトイレ事情についてですね。タイには和式と洋式の2種類があるんですけれども、バンコクではもう洋式のところが多いです。ただ注意したいのがティッシュですね。ティッシュはまず流しちゃいけないです。めっちゃ詰まります。ね、詰まってなんか溢れ出て最悪じゃないですか。ね、だから必ず流さないで捨てるようにしましょう。あとちょっとローカルな場所に行くとティッシュがないってこともマジで多いんですよ。なのでティッシュは絶対に持ってた方がいいです。あと和式の場合は水で流すところが多いんですよ。ちょっと超小さいお風呂場みたいなところに水がすごい汲まれてて、で流す用のがあって、それで自分で流すっていう感じなんですね。だいたい 2,3 回やれば流れてくれるので、それでやってみてください。であとトイレね、バンコクって結構ないところが多いんですよ。まず駅にはないし、コンビニにもないし、であるのがショッピングモールとかレストランとか、あとホテルとか、そういったところにしかトイレってないので、もう困っちゃいますよね。そういったね、トイレ探すときに超使えるタイ語がありまして、ホンナームユーティーナイっていう、ホンナームトイレユーティーナイどこですかっていうこのタイ語はすごく使えます。女性の場合はその後にカーってつけて、男性はクラップってつければ丁寧語になります。あとたまにトイレ有料のところもあったりするので、ね、もしやばいってなったらそういったところを使ってみてください。あとタイではあんまりね知らない人も多いと思うんですけど、電子タバコが違法なんですよ。ちょっと調べたところ、タイで最高で10年の懲役、またマックス50万バーツ、200万円ぐらいの罰金、いずれかが課されるっていうこともあるので、電子タバコは絶対に持ち込まないでください。はいっていったような感じですかね。他にもね、たくさん注意したいことっていうのは、あると思うんですけども、全部ね、もうあれもこれもって考えてたら、せっかくのタイ旅行がちょっと緊張感あるような感じになっちゃうじゃないですか。なので、最低限のことを、頭に覚えてタイ旅行を楽しんでもらいたいなと思います。他にも何か質問とかこれはどうなんですかとかあればぜひ聞いてください。現地のことに関しても現地に父がいるので何でも聞けるのでぜひ聞いてください。それじゃあバイバイ。